マジックとはリアルな現像だ。世にも奇妙な現像を見せるのが得意な者はマジシャンの中でも随一の存在と言える。歌劇場のポスター、レストランスタッフの推薦、そして巷の話題などを見るに、今最も人気な大魔術師が誰かは言うまでもないだろう。巡業する魔術団だね。リネにとってマジックは舞台上のものだけでなく、その巧妙なトリックは生活にまで溶け込んでいる。戦場を舞台とするなら弓は小道具であり、同じように相手にサプライズをもたらす。観察に長けた者は視覚をよく理解している。リネがチームにいる時、フォンテーヌ地域の特産の位置がミニマップ上に表示され、採集の効率が上がる。リネの通常攻撃は弓による最大4段の連続射撃で物理ダメージを与える。銃撃ではダメージがより高く、より正確な狙い撃ちを放つ。これはチャージ時間によって異なる効果を発動する。1段チャージでは炎元素が集まった矢を放ち、炎ダメージを与える。2段チャージではプロップアローを放ち、炎ダメージを与え、命中後にファニーキャットハットを1個召喚する。これは周囲の敵を挑発し、攻撃を引きつける。各敵を一定期間ごとに一度だけ挑発可能だ。このハットが破壊される、または継続時間終了後、周囲の敵一体へクラッカーバレットを放ち、炎ダメージを与える。ファニーキャットハットは同時に1個まで存在可能で、耐久度はリネの HP 上限で決まる。またプロップアローを放つとき、リネの HP が一定割合を超えていると、一定の HP を消費してプロップ残数を1層獲得する。この効果は一定総数まで重ねられ、戦闘状態が解除されてしばらく経つとクリアされる。これによってリネの HP が一定割合を下回ることはない。テンプスリリングパフォーマンス解放後、プロップアローで HP を消費した時、それにより召喚されたファニーキャットハットが敵に命中すると、リネの元素エネルギーが一定値回復し、攻撃力に基づいて余ダメージがアップする。また一定間隔ごとにプロップアローが命中した位置に霊速のトゲを振らせ、プネウマを帯びた炎ダメージを与える。元素スキルではリネがサプライズクラッカーを炸裂させる。フィールド上にリネが想像したファニーキャットハットがある場合、爆発してクラッカーバレットに相当する炎範囲ダメージを与える。このファニーキャットハットの爆発は銃撃ダメージとみなされる。また元素スキル発動時、獲得済みのプロップ残数をクリアし、前方の敵に炎範囲ダメージを与える。クリアした総数によって与えるダメージがアップし、 HP 上限をもとにリネの HP を回復する。 It's show time! 元素爆発ではリネがマジックを披露し、素早く移動するファニーハットキャットと化す。一つ注意が必要なのは、これは先ほどのファニーキャットハットとは異なる舞台道具である点だ。この状態で敵に接近すると、周囲に炎を降らせ、敵一体につき炎ダメージを最大1回与える。継続時間終了時、本状態を解除し炎範囲ダメージを与える。同時にファニーキャットハットを1個召喚し、プロップ残数を1層獲得する。なおファニーハットキャットは自ら解除可能だ。盛大なショーは観客を魅了する。熱烈な喝采が送られれば、マジシャンは即興で新たにマジックを披露するだろう。テンプフィナーレの喝采解放後、炎元素の影響を受けている敵に対してリネの与えるダメージがアップする。またチーム内にリネ以外の炎元素タイプキャラクターが1名いるごとにさらに追加でアップする。
この方式でアップできるダメージには上限がある。技術を駆使しアドリブの効く演者こそが最高の魔術師だ。リネはまさにそれにふさわしい。戦闘中リネの主な攻撃手段はプロップアローだ。それを連続で発射しファニーキャットハットを召喚してクラッカーバレットを放てばプロップ残数を獲得できる。元素スキルでプロップ残数をクリアすれば敵により高いダメージを与えられるだろう。元素エネルギーが溜まったらファニーハットキャットと化し戦場を巧みにかける。敵に近づき鮮やかなクラッカーとともに幕を閉じるといい。人は騙されたくないというが、自らの意志で観客席に座り意図的な欺瞞を目的としたマジックを鑑賞する。ひとときの華美な現像に浸りたいのか、あるいは偽りを見抜く慧眼を自分に期待しているのか。どちらにせよ深く考える必要はないだろう。どれだけ真に迫ったマジックも演出でしかない。無常な運命における貴重な娯楽と思えばいい。